こんにちは、クラスの与蔵です。こんにちは、クラスの康介です。今日は新しい、コーヒーの紹介をしたいと思います。ブラジルのダテーラ農園から仕入れさせていただいているローカフェリザーブという、2つの品種、両方とも珍しい品種なんですけれども、カフェインが少ないっていうので、ローカフェリザーブっていう名前になってるんですけれども、そのコーヒー、入荷したてなので紹介したいと思います。早速ちょっと飲んで、さっき入れたばっかりなので飲みましょうか。はい。これはもうクラスの普段のありようのレシピで入れました。やっぱりブラジルの、最初ブラジルっていうと、特有の本当にテロワールというか、そのちょっとナッティーな感じであったりとか、ちょっとチョコレート感感じられる中で、アフターがやっぱりフルーティー、本当にいい質の酸やなっていう印象、ちょっと本当もうアフリカっぽいフルーティーさが後に残るっていう、飲んだだけ結構やっぱ品質高いなっていうのはすごく感じるところ、あとプラスこれが実際、ローカフェリザーブということでカフェインが少ないっていうのもちょっと信じられないっていうか、飲んだだけじゃそれは分からへんので、すごい面白いコーヒーだなと感じますね。そうです。本当になんというかこう全体の印象としては、全体の印象としてはブラジル、熱いうちもすごい香ばしいナッツの感じがあって、全体的にこうシュガー系の柔らかい甘みがこう全体の印象ではあるんですけども、やっぱり軽くて、華やかさとうまい具合にこうミックスしててすごい美味しいコーヒー、と感じてます。そうだね。はい。でダテーラ農園自体、知ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、ブラジルの中では比較的かなり有名な農園で、さっき調べたところによると、6200ヘクタールの土地、62平方キロメートル、かなり壮大な土地で、総生産7万5000麻袋なので、かなりいろいろ生産されている、そういう大きなプロダクションの中で、色区画の整備もすごくきっちりされてて、でその中で、新しい品種であったりとか生成方法だったりとか、そういう研究に、関してものすごく力を入れていらっしゃる農園、であとはトレーサビリティであったりとか、そのサステナビリティも、ブラジルで一番サステナブルな農園っていうのに選ばれている、らしくて、そういったところにもすごく力を入れられているところですね。で、実際これが、ロリーナ種とアラモサ種の2つ入っているんですけれども、アラモサがハイブリッドの、品種で、ローリナの方が結構名前知名度的に言ったら結構有名かな。で、深堀恵美さんが、2018年にフラーズで優勝された時に使われたのが、ロリーナの、ダテーラ農園のロリーナのコーヒーで、それでもともとダテーラいろいろそういう、コンペティション系であったりとか使われてきて、知名度はもともとあったんですけども、最近では2018年なので、記憶に新しい、印象ですね。ロリーナももしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですね。ローリナ、そうですね。ローリナ自体は多分その注目され始めたのは最近ですけど、その前からあって、でも僕自身もローリナをしっかりと飲む機会っていうのをもちろん焙煎するのも初めてやったので、ここまですごい品質の高いコーヒーとは思わなかったっていうか、バランスも取れた美味しいコーヒーだなって思います。でもやっぱ知名度がすごく上がってきてるので、今年の、ダテーラのマスターピースっていうセレクション、トップオブザトップのセレクション、ちょうど先月かな、販売開始されたんですけど、やっぱローリナは結構もう一瞬にしてなくなって、そのマスターピースの中で、他にもそれこそアラモサだったりとか、いろいろ他の、ハイブリッド種結構やっぱり研究に研究を重ねて、生産されている超極小ロット
ダテーラから出てるものってやっぱりものすごく値が張るもの、いろいろ出てるんですけれども、その中で僕たちもパライソっていうハイブリッド種のロットは落としたんですが、やっぱローリナがもう瞬時になくなったっていうのは聞いたので、これから傾斜もやっぱりそのネームバリューがついて、すごく値段もそうですし、品質もすごく上がっていって、ローリナもそういう結構傾斜と並んで、もしかしたら知れ渡るような品種の名前になるのかもしれないですね。そうです。焙煎自体はどうでしたか？このコーヒーは。焙煎は、実際手に取って見てもらうと分かるんですけども、粒がとにかく小さくて、で、クラスの場合でいうと焙煎ってこう大抵、投入してからどれぐらいで火をつけるかで全体のこの焙煎時間っていうのをコントロールするんですけど、これに関しては本当にもう粒が小さすぎて、今までのアプローチやと、火が入りやすいというか、一気にこう焦げついてしまう、外から焼けていってしまうっていう感じがあって、なので基本は普段 4.5 キロで投入最近はしてるんですけど、5キロにしてただ5キロにしてるんですけど、焼き方は 4.5 なんですよ。なので多い量を普段より多い量なんですけど、火力はその分上げずに、低い火力でじっくりゆっくり焼くようにしてます。あと粒が小さいんで、最後もそんなにダラダラと伸ばさずに、もうパッて焼いて短めに切るっていう感じです。でもアフターは本当になんか伸びますよね。そうですね。結構、味がすごいずっと余韻が続いてるっていうイメージがあって、抽出自体も多分、これハリオ B60 でいつもの僕たちのレシピでやって、結構これバッチリやなっていうふうには僕は感じたんやけれども、なんかその抽出の点でもなんか注意するところとかって何かあったりしますか？そうですね。一応多分この焙煎自体もこれどう焼くかってすごい多分分かれるところやと感じてて、これはアフターテイストを含めて全体的にちょっとキャラメルコーティングしたような、香ばしさとか甘さもしっかりと表現されてるんですけど、それこそ本当にもうちょっと浅く焼いてフルーティーな仕上がりにすることもおそらくできると思うんですね。なのでそれに比べると今クラスで提供しているこのブラジルローリナはもちろん普段の、クラスで紹介しているブリューレシピでも美味しく入れてもらえると思いますし、もうちょっとなんていうんですかね、遊び心があるというか、いろんな器具でV60 でさらっと出すだけじゃなくて、しっかりと甘さにフォーカスして、例えば少し、細かくひいても、バランスの取れた味わいになりますし、多く粗く使っても、それはそれでより果実味の部分っていうのを感じてもらえるような焙煎度合いに仕上げてるつもりです。そこの品質のところっていうのは、やっぱりもちろんそれも影響はしてるやろうね。やっぱりそこが土台があるから、すごく、どっちに、引っ張っても、結構バランスやっぱり取れる、面白い、違ったやっぱり美味しい複雑味のある味になるっていうところはありますよね。そうです。最後にカフェのところで情報共有として、も半分から半分以下ぐらいアラモサもローレーナも両方とも、カフェイン量が、それぐらい低い品種、っていうところで、それを合わせてるので、普段のコーヒーが例えばカフェイン量が 1% ぐらいっていうふうに言われてるところが、これだったらその半分 0.5 とか、0.4% とか、それぐらいの値になるので、味わいだけもそうやし、カフェインをそんなにちょっと苦手っていうか、飲んでしまったらちょっと気持ち悪くなってしまったりであったりとか、なかなかそれに気使ってらっしゃる方とか、カフェインレスは科学的にそれを取り除くわけやけれども、これはもう品種として自然と、そのカフェインの量が少ない、
本当になんかいろいろこれからもなんか可能性を、感じさせられるようなコーヒーやなっていうふうには思います。焙煎とその実際に抽出してる、立場からのその意見というか、まず、そもそもこの何ですかね、ローリナはもちろんカフェインが少ないっていうのも一つの特徴なんですけども、まず何よりもその前に一つのコーヒーとしてそのめちゃくちゃ美味しいっていうところがすごいすごいっていうか美味しいコーヒーだと思ってて、その上でカフェインも少ないっていうのがなんかたまに言われたみたいな可能性のあるコーヒーかなと思ってますね。やっぱりどうしてもカフェイン苦手って方へのそのアプローチとして、デカフェももちろん美味しいコーヒーいっぱいあるんですけれど、なんていうんですかね、スペシャルティの本当の美味しさを伝えきれてないんじゃないかっていうところのもどかしさは多分コーヒーやってらっしゃる方含めて絶対あると思うので、このローリナに関してはそれをすごい乗り越えてくれる素晴らしいコーヒーやなと思いますね。はい。本当にもしかしたら今後カフェインがないようなそういう品質の高いコーヒーっていうのが出てくるのかもしれないですね。はい。このコーヒー本当に今回、特別なコーヒーとして、2袋だけ24キロそうです24キロが2袋、24キロが2袋ですよね、しかなくて、もうワンボックスだけになっているので、もう本当にもしかしたら1ヶ月とかでなくなってしまうコーヒーです。はい。なのでぜひこの機会に、買って飲んでみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。